皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回のアルバム Just Bring It についての感想の続きということで、前回は6曲目の大パーツまででしたので、その続きからつぶやかせていただきます。Just Bring It の後半はオフィシャルに公開されている映像がほぼありませんので、画像と音源だけでつぶやきたいと思います。大パーツに続く7曲目が Take Me Higher です。作詞は小鳩さんとサイちゃん、作曲はバンドメイドで、編曲に知恵の輪さんということで、パズルと同じパターンですね。以前の動画で Just Bring It といえばこの曲を思い出すと言ったことがあるのですが、私的にこの曲はかかってこいやって感じがするからなんですね。Take Me Higher といえばミンチのワウが特徴的でかっこいい曲だと思うのですが、こんなにずっとワウかけたままって珍しいのかなと思います。あと、ミンチとミサさんのギターバトルといえば、Don't You Tell Me とか、最近だとヘイトを思い浮かべると思いますが、この Take Me Higher が最初だったのかなと思います。映像を見て分かったのですが、1A 終わりのミンチの特徴あるギターフレーズってタッピングでやってるんですね。味わい深いです。そこから 1B はサビに向けて、ミサさんのベースとアーチャーのドラムで上り詰めていく感じが大好きなところです。それでサビですが、サビの歌詞が1サビと2サビで違うのですが、大サビで両方歌うところが他にもこの構成の曲があったような気がしますが、私的には超お気に入りポイントです。2A に入るとミサさんのベースがスラップになって激しい味付けに変わります。で、2サビ前のミンチョのクイーンってギター鳴らすところもかっこよくて好きなところです。2サビ終わりでギターソロになりますが、ワウがかかったままのソロでめちゃくちゃかっこいいです。2017年の新木場の球児ではミサさんとミンチのバトルも披露されていましたよね。ギターソロ終わりでブレイクした感じの B メロになって大サビにつなぐところの盛り上げは完璧です。それで最初に言った1サビと2サビの歌詞を繰り返して終わりますが、最後ミンチの泣きのギターで終わるところは、この曲はミンチの曲だなと思うところです。8曲目はソーファットです。作詞は佐々木美和、作曲編曲は CK510、後藤浩二さんですかね。ということで、これも提供曲という位置づけですね。この曲は露出が少ない曲の一つだと思いますが、なかなか味がある曲で、私的にはぜひお給仕で聴いてみたい曲の一つです。バックの演奏のキレが良いところとうなるようなところが存在していて、聴いていて面白いですし、1サビ前の綺麗なブレイクは気持ちいいです。それで2メロは1メロと全然違うバックの演奏となるところがバンドメイドらしくて好きなところですし、特に2サビ前のジャッジャッジャッジャンって下がっていって短いブレイクでサビに入るところが私的には一番のお気に入りです。この曲のギターソロはなんか荒ぶっているような感じで、いつもの人数と違う感じがして新鮮です。それでブレイクした感じで始まる大サビとなってアウトロを経て綺麗に終わります。9曲目は小鳩曲のタイムです。このアルバム以前にも小鳩さんがボーカルの曲ってありましたけど、例に小鳩曲と呼べるのはこの曲からかなと個人的には思っています。作詞が小鳩さん、作曲編曲は岡本仁さんということですが、この曲のバックの演奏もめちゃくちゃ好きです。なんとも言えないちょっとメルヘンチックな感じのミンチョのリフと、ミサさんのエモいベース、あーちゃんの裏拍で入るドラムのリズムが小鳩さんのボーカルというかキャラを引き立てているように思えて最高です。まあ小鳩曲は全てそんな感じなのですが、特に B メロの時のミンチョのリフがすごく好きで、そこからサビにつなげるところのジャジャはすごく短いサビへのつなぎなんですが、すごくいい味です。それでサビは小鳩さんのメロディーに対して裏拍で入るアーチャーのシンバルがめちゃくちゃ好きなんですね。それで2メロ2サビときてギターソロパートになりますが、心なしか控えめなソロで、ベースラインも含めてエモい感じが曲と合っています。このソロが控えめな感じも小鳩曲の特徴なのかなと思います。ソロ終わりで大サビとなりますが、
最初はブレイクした感じで、ドラムはバスドラだけが裏拍で入る感じで始まりますが、すぐにミサさんのベースとアーチャのドラムフィルで盛り上げていくところが趣向で、大サビを構成します。大サビ終わりでエモいアウトロで終わります。なんか心が清らかになった気がします。10曲目が YOU です。作詞が小畑さん、作曲がバンドメイド、編曲が大西俊成さんですね。以前の動画にいただいたコメントで、ザ・ノンフィクション・デイズの編曲が良かったので、任著が大西俊成さんリスペクトで再度編曲をお願いした曲と教えていただきました。私もですが、この曲は熱狂的に好きなご主人様お嬢様が多い曲だと思います。ハードロックなんですけど、かなりメロディアスでマイナー調なところがおじさん受けするのか、YOU が大好きという方が多いような気がしますし、私もその一人です。ここでまたまたサイちゃんのここの歌い方が好きシリーズですが、サビの Eyes on You とか、サビ最後の声を聞いてダーリンとかの最後を短く切る歌い方が私的には大好きなところです。バンドメイドあるあるですが、2サビ前のつなぎが1サビと変えてきて、任著とミカさんの下がっていく3連のフレーズが私的には最高に好きなところです。あと、アーシャンのドラムがめちゃくちゃ攻撃的な感じがして、そこもお気に入りです。野球時ではシンガロング頑張らないといけないことですね。11曲目がオークワードです。このアルバムの中では最初にできた曲らしいですが、この Just Bring It を作っている時点で、この方向性の曲を作れたことがすごいと思ってしまいます。この曲はミサさんのお気に入りということで、ベースを全部違うパターンにしたいと思って作ったので、一番時間がかかった曲ですね。渋い親父ベースを意識しましたとインタビューで言ってましたが、確かにベースラインはメロごとに違っていて、私的にもミサさんのベースラインで好きな曲トップ10に入り続けています。ミンチョのちょっとミュートしたリフもめちゃくちゃエモいですし、サビの盛り上げはアーチャーのドラムで作っている感じがしてお気に入りです。あと曲は終始ミドルテンポなんですが、ギターソロだけ激しい感じで、このギャップというか構成を考えられるのもなかなかすごいところだと思います。ギターソロ終わりからのブレイクした感じでの大サビで、サビ後半に向けての盛り上げのところのアーチャーのドラムはもうたまりません。最後はめちゃくちゃエモいミンチョのギターで終わります。12曲目が Decided by Myself です。作詞は小畑さんとサイちゃんですね。サイちゃんもかもですが、特に小畑さんってこういう何事も決めるのは自分自身で、周りの人や環境ではない。とにかく自分事として前向きに進んでいけば道は開けるみたいな歌詞が多い気がします。当然周りの協力も得ながらだとは思いますが、基本的には自分の力で自分を信じて前を向いて歩んできたであろう小畑さんのこれまでの生き様というか人生経験が反映されているのかなと思っています。あと任著がアニメのエンディングになったらいいなと思って作ったとも言ってましたが、そう言われるとアニメのエンディングっぽい曲かなと思ってしまいますね。この曲はこのアルバムの中では私的には少し異色な感じがするのですが、この曲の存在によってアルバム全体としての完成度が増しているというか、綺麗に盛り付けられた料理の味変用の数というか、色をバランスするための青物野菜というか、いやちょっと何言ってるかわからないですね。自分でもわかりません。演奏について全然つぶやいてないので少しだけつぶやくと、全体的にでもありますが、特にギターソロ終わりの C メロのところのベースライン、ドラムの変則リズム、任著のアルペジオが私的にはもう鳥肌が立つところです。最後の13曲目がシークレットマイリップスです。この曲を聴くと舞妓姿のサイちゃんを思い出してしまいます。実際サイちゃんがオーディオコメンタリーか何かで歌詞間違えそうになるって言っていたような気がします。この曲は歌詞がすごいと言及されているお名手様が多かったような気がしますが、確かによく読んでみると小畑さんの負けず嫌いというか力強さみたいなのが感じられて、あ、小畑さんの詩だなって思ってしまいます。2A に入ってからの一瞬のつんのめる感じのブレイクがありますが、これ考えられるのすごいと思ってしまいます。それで 2B のバスドラがもう聴いていて快感を感じるくらいすごくて、これぞあーちゃんという感じがします。
それで2サビ前のブーンってギター鳴らすところはミンチョの感性すごいなと思ってしまいますし、サビ終わりでギターソロになりますが、ソロに入るところのジャン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 っていうフレーズは、これもミンチョの感性の凄さを感じてしまいます。ソロ終わりで C メロになりますが、ここも一旦ブレイクした感じからの大サビにつなぐ盛り上げていくセクションになるのですが、ブレイクの時のミンチョのギターの音とミサさんのベースラインがすごく良くて、ミンチョのフィックスクラッチから始まる盛り上げていくところのあーちゃんのバスドラは大好きなところです。それで大サビとなりますが、大サビ終わりでこれでもかっていう感じで D メロになります。私的にはシークレットマイリックスはこの D メロというかアウトロの小鳩さんとサイちゃんがハモって歌うところが最高に好きなところで、この構成もよくこんなの考えられるなと思うところです。しかもメインが小鳩さんでハモリがサイちゃんって珍しいですもんね。なぜなのかいつもここで涙が出そうな感覚になります。この Just Bring It は以上13曲が収録されているわけですが、改めて通して聴くと本当にバンドメイドの凄さを感じます。このアルバムまでは提供曲がほとんどだったわけで、ある意味プロたちが作った曲を演奏して歌っていたわけです。でもそこからこのアルバムでは自分たちで作った曲がほとんどになったわけですが、それでいきなりこの曲たちです。この時点でです。一気に才能が爆発したというか、解き放たれた感じがします。いやはやいやはや、こんな才能あるメイドさんたちと同じ時代に存在できている幸運をかみしめながら、Just Bring Itについての感想を終わらせていただきます。ということで今回は以上です。それではまた次回。